さあもう3月になりましてね、そろそろこの年度替わりってことになりますけども、そうなると慌ただしい上に慣れない手続きとかそういったお金に関することも増えてきますよね。で全国では実はこの詐欺の被害っていうのは減ってるんですけど、ここ北海道ではなぜか増えてしまっているという最新のなりすまし詐欺の手口をご紹介します。身近な人物になりすまして電話をかけるオレオレ詐欺。偽の逮捕状などで相手を動揺させる偽警察官詐欺。著名人を名乗り投資を募る SNS 型投資詐欺。詐欺の中にはさまざまななりすましの手口が存在し、それは年々巧妙化しています。そんななりすましの中でも今特に道内で被害が急増している手口があるんです。それがキャッシュカード詐欺等。お二人は聞いたことありますか？キャッシュ詐欺等あまりないかもしれませんが、そうですね。このキャッシュカード詐欺等、実は去年道内で4000万円以上もの被害が出ていて、前の年と比べるとなんと40倍にも上るのです。では一体どのような手口なのか、今年1月に起きた実際の事件をもとに再現しました。はい、鈴木です。鈴木明子様ですか？北区役所の澤田と申します。鈴木様には医療費の払い戻しがありますのでお電話しました。今手元に銀行のキャッシュカードはございますか？男は医療費の払い戻しがあると言い、キャッシュカードを用意させました。どさんこ銀行と郵便銀行とありますけど、キャッシュカードの情報を確認しますので、暗証番号を教えていただけますか？暗証番号は1790です。鈴木様、どうやらキャッシュカードが古くなっているため更新が必要になります。後ほど担当者からご連絡いたしますので少々お待ちください。はい、わかりました。じゃあ失礼いたします。もしもし。郵便局の井上と申します。鈴木様のキャッシュカードの更新の件でお電話しました。これから鈴木様のご自宅に伺わせていただきます。はい、井上さんっていう方ですね。わかりました。失礼します。はーい。どうも、先ほどお電話した郵便局の井上です。どうぞお入りください。失礼します。女性がキャッシュカードを手渡すと、やはり古いものになっているので使用することができませんね。犯人はカードを受け取ると持ってきた封筒の中に入れます。そして新しいカードは後日お送りします。で、この封筒には割り印が必要なので印鑑を持ってきていただけますか？ここ犯人の手元にご注目ください。すり替えてんの？はい、そう、ここでキャッシュカードの入った封筒と偽物の封筒をすり替えたんです。さらに犯人は偽物の封筒に割り印を押させるとこう言いました。古いカードは封筒を開けずに大切に保管していてください。失礼いたします。このようにしてキャッシュカードを盗み出した犯人。
最後に封筒を開けず保管してということで、すぐにキャッシュカードのすり替えに気づくことができず、被害の発覚を遅らせる巧みな手口なのです。暗証番号も教えちゃってますしね。被害女性は犯人が帰った後、心配になり封筒を開けてみると、そこにはなんと偽物のカードが。最終的に口座から現金140万円を引き出されてしまったということです。今回北海道警察生活安全企画課西中智則警部にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、改めてこのキャッシュカード詐欺等の手口を振り返ります。等という漢字がついている通り、キャッシュカードを盗むという手口なんですよね。今回再現した事件で言いますと、まず役所の職員を名乗って医療費の払い戻しがあると電話をかけてきました。そしてキャッシュカードを更新するためと自宅へ訪れます。実際にカードを受け取って封筒に入れます。すると割印が必要と言い、隙を見てキャッシュカードが入った封筒と偽物のカードが入った封筒をすり替えるんです。最後にキャッシュカードを持ち去るんですが、開けずに保管してということで、すり替えにすぐ気づくことが難しいというのが特徴だそうなんですね。お二人どうお感じになられますか？なんかもうちょっと質の悪い手品みたいな感じでやってる。でも警部ね、まずこの再現 VTR の中でも確かフルネームで鈴木愛子様ですかっていうふうに、犯人の方が言ってきたじゃないですか。なんでああいう名前が分かっちゃってるのかって思うんですけど。犯人グループはですね、何らかの方法で個人情報を集めて、名簿を作ってですね、それをもとに電話をしているので、これも騙されやすいポイントの一つです。役所から自分の名前が直接言われたら、役所なんだろうなって、思っちゃいますよね、ついね。他にも落とし穴はありますか？はい、こちらになります。まずですね、電話だけではなく直接自宅に来て面接をすることで、より相手のことを信用してしまうということが考えられます。それからですね、カードを封筒に入れて封印をするということで、被害に気がつくのが遅れてしまい、その間に口座からお金が引き落とされてしまうと、そういう落とし穴があります。これ道内で増えているのはどうしてなんでしょうか？全国的に見るとですね、この手口減少しているんですけれども、北海道では増えております。これなんか全国的に減っているのにどうして北海道だけっていう、その理由はですね、ちょっと一概には言えないんですけれども、この手口、固定電話からの電話に固定電話のですね、電話から始まりまして、北海道はその政令市があるような比較的人口の多い都道府県の中でも固定電話の設置率が高いということで被害が多いんじゃないかと、そういったところも考えられます。これスマホや携帯ではなく固定電話にかかってくるのはどうしてなんでしょう？この手口は高齢者を狙った手口なんですけれども、固定電話に電話をかけることで被害者が在宅をしているかどうかっていうのを確認している、そういう可能性も考えられます。これ被害に遭わないためにどういった意識を持っておくことが大切でしょうか？まず電話で還付金がある、医療費の過払い金があるなどと言われたら詐欺を疑っていただきたいと思います。そして金融機関職員ですとか警察官がキャッシュカードを受け取ったり、自宅で交換手続きをしたり、暗証番号を聞き出すということは絶対にありませんので、注意をしてください。まず電話が来るってことも疑うし、大丈夫ですかね。あとあれですよね、家にとにかく来るっていうことにもちょっと我々は今の時代はもう拒否反応を示すぐらいの気持ちじゃなきゃダメですね。で今まさに道内ではこういったなりすましの手口が増加しているわけなんですけども、中でも全国的にも道内でも急増している今一番危険な手口があるんですよね。偽社長になりすます詐欺になります。偽社長、こちらの手口はですね、昨年の12月中旬頃から確認されるようになった新しい手口でして、北海道ではすでに1億円以上の被害が発生しています。偽社長、これですね、高齢者だけではなくて若い世代や社会人に注意が必要な手口だというんです。皆さん、急に勤め先の社長からメールが来たらどうしますか？道内で深刻な新たな詐欺、偽社長メール。被害はすでに1億円超え、その狡猾な手口に迫ります。
今日は北海道警察西中警部をお迎えして道内でも被害が増えている最新のなりすまし詐欺についてお伝えしています。さあ続いては被害が頻発している偽社長について取材をしてきました。ご覧ください。社長のです業務上の必要により LINE グループを作成してこれは去年12月函館市内の会社に届いたメール。差出人はこの会社の社長を名乗っていますが、そう、これは全くの偽物なんです。このような企業を狙った偽社長メール詐欺が今新たな手口として深刻化しているんです。先ほどのメールを受け取った函館市の会社では、本物の社長だと信じた社員が LINE でグループを作成、指示通り送金してしまい、4980万円もの大金を騙し取られてしまったということです。他にも札幌市東区の会社でも偽社長メールによって8000万円の被害が。函館市では医療法人のもとへ名誉院長を名乗る者からメールが届き、1000万円を騙し取られるなど、すでに道内の被害額は1億円以上。さらにこのようなメールはなんと STB にも来ていました。こちらはそうですね、差出人のところには STB の社長の名前が書いてあったそうです。そして内容は今職場にご在籍でしょうか、折り返しご返信をお待ちしております。社長を語るメールの中にもいろんな内容があるんですね。こちらが STB に届いた偽社長メール。宛先は会社のメールアドレスで、差出人には社長のフルネームが書いてあったということなんです。ではもしこのようなメールが自分の元へ来たら、皆さんならどうしますか？こういったメールがポンと送られてきたら、社長ですからね、びっくりですよね。いやもう返しますよね。返しますね。返す返しちゃうかもしれないですね。返しちゃうかも。返しちゃうかも。もう急がなきゃいけないのかなとか思って。私はしない。連絡が順番的に違うのかなと思って直属の上司に相談したりはします。では一体どんな手口でこのような大金を騙し取るのか。実際に偽社長メールが届いたという会社にお話を聞きました。こちらは詐欺対策サービスを提供する会社で、手口を調べるためにあえてやり取りをした記録を見せてもらいました。LINE のグループ作成をして、その参加の QR コードを送れというふうに指示をされます。偽物の社長ですね。偽物の社長も入ってきて、そこに経理担当者をまず追加するように指示をされるんですね。で、その経理担当者に対して、事業上必要だとか、プロジェクトのために、送金が必要だということで、お金を騙し取る。こういった手口になります。その後、今すぐ口座情報を送ってほしいと指示があり、それに対し偽物の口座情報と残高を示す画像を送ると、今2000万円の支払いがある。相手の口座情報を今すぐ渡すから手続きして。他の会社へ支払いがあるとして指定する口座に2000万円を送るよう指示をしてきたんです。これからの時期っていうのは、新入社員も入ってきますし、人事なので人の移動も多くなりますよね。そういった中でこういった社長からメールが来ると余計ちょっと慌てちゃったりもしますよね。そうですね。若い方ですと、社会人になりたてとかっていう方ですと、どのような詐欺とか、法人や会社に対してですね、どんな手口の詐欺があるのかっていう知識だったりですね、セキュリティまでの知識も弱いところもあるかと思いますので、トレーニングとか訓練とかですね、誰もが自分の身を守れるような知識をつけるということは非常に重要なことだと思いますね。
確かに社長からメールが来たらとりあえず返信しちゃうかなっていうところもありますけど、緊急事態かなと思ってね、冷静に考えればそういう順番ではないっていうのは思いますが、いざ来たとなったら焦ってはしまいますよね。これ警部やっぱりあれですかね、このどちらかというと大企業よりは、よりこう社員と社長の距離が近い中小企業とかそういう方が多いんですかね。どうなんですか。会社の規模に限らずですね、メールの相談はありますので、気をつけていただきたいと思います。改めてこの偽社長メール詐欺手口を振り返りたいと思います。まず社長を名乗った偽物が会社の経理担当などにメールを送ってきます。メールの中には SNS の LINE でグループを作り、そのグループに招待してほしいという内容が書いてあります。指示通りグループを作ると、偽物の社長が本物になりすましてグループに参加しました。その後、社員に利用可能残高などを聞き出し、指定した口座に送金させるという手口なんですよね。福永さん、さっきおっしゃったように社長と社員の距離が近いほど注意が必要かなと思いますけれども、この手口で騙されてしまいやすいポイントを教えていただけますか。はい、こちらになります。まず実在する会社の社長や組織の代表者、そういった目上の方を名乗るということで疑いにくいということが考えられます。そしてインターネットなどで名前が公表されている方であれば、どなたでもなりすまされる可能性がありまして、実際に社会福祉法人や学校法人、商工会議所の代表者などを語ったですね、事例も確認されています。そうか、なんで社長の名前を語れるのかと思ったらそういうことなんですか。はい、ああ、なるほどね。社長だけではないっていうところが怖いですよね。これからだからもしかしたら会社企業も社長から直々に私から皆さんに直接メールをするようなことはありませんとかっていうお断りをするような時代になるかもしれないですね。警部、この手口対策っていうのはありますか。はい、社長などを語るメールが届いた場合は、まずメールアドレスを確認してください。フリーメールの場合は特に注意が必要です。それから LINE グループを作ってほしいというような指示がありましたら、詐欺を疑っていただくということです。そして一番重要なんですけれども、同僚だったり社長に確認するなど、お金の手続きをする前に誰かに相談していただきたいと思います。年度末って本当に人の移動ですとか、不慣れな手続きが多くなる時期ですからね、普段以上に注意することが大切ですよね。少しでも不審に思ったら、やっぱり周りの方や上司の方、もしくは警察に相談をするというのが大切かもしれませんね。社長からね、直接メール来たら、あれ俺なんか社長から好かれてるのかなとかそういうふうに思っちゃうとよくないところですよね。まずちょっと周りの人に相談するとかっていう勇気を持ってってことですよね。ドキッとさせて冷静な判断をさせないっていうのが狙いなんでしょうからね。だからテレビをご覧の例えば方のお子さんとかお孫さんの会社で大丈夫かなんていうね、ちょっとこういうふうに話し合ってみてもいいかもしれないですよね。ということで今日は北海道警察生活安全企画課西中警部にご解説をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。